こんにちは、青22号です。バンダイのミレニアム・ファルコンランドカルリジアンバージョンを作っていきます。このキットは映画ハンソロに登場する初期の頃のミレニアム・ファルコンを再現しています。バンダイからはこれまでエピソード7と8のバージョンがキット化されていますが、今回のものはそれらとは共通パーツはほとんどなく、金型は完全に新規に起こされたものです。前作よりパーツ数は少なくなっていますが、今回新しい要素として客室が一部再現されるようになっています。しかし完成後は残念ながらほとんど見えなくなってしまいます。ひとまずサーフェーサーを塗っていきます。サーフェーサーを塗る前に中性洗剤で洗ってあります。サーフェーサーはかなり薄めにしています。希釈比率は1対4程度にしてあり、かなりシャバシャバにしてあります。これは表面の細かいディテールを極力活かすようにするためで、塗膜の厚みを最小限にするためにできるだけ薄めにしています。最初は色がつくかつかないか程度に塗り、そのままパーツすべてを塗っていきます。一巡したら最初に戻って再び塗り重ねていきます。一巡し終わる頃には最初に塗ったパーツは乾いているので、薄めの希釈でも塗り重ねていくことができます。これを4巡ほど繰り返して少しずつ色をつけていきます。最初は色がついているのかどうかわからないくらい薄く塗っていきます。塗ったところがシンナーでテカる前に他のところに移動します。テカってしまったらその場所はそれ以上塗らないでおきます。しばらくすると乾いてきて艶消し表面になるので、そしたら再び塗り重ねていきます。入り組んだところなど塗料が入っていきにくいところはニードルを絞って細拭きにするなどして塗っていきます。とにかく最初の段階ではシンナーでテカらせないように塗っていきます。ただしある程度色がついてきたら後半はテカらせながら塗っていきます。パーツをランナーから切り離していきます。本来は説明書を見ながら必要なパーツだけを切っていくべきですが、私は最初に全て切り離してしまいます。もちろん切り離してしまっても大丈夫なくらいに説明書をあらかじめしっかりと読んでおく必要はあります。切り離しはいわゆる二度切りをしています。ゲートをパーツギリギリに切るのではなく、少し離れたところを切り、切断後に残ったゲートを改めて切っていきます。パーツギリギリで切ると切断面がきれいになりにくくなります。これはギリギリで切ると刃の断面によってプラスチックに余計な圧力がかかり、切断する前に破断してしまうため断面がちぎれたようになるためです。パーツの準備ができたので組み立てていきます。組み立て順は説明書の通りに進めます。パーツはすべてはめ込み式なので塗装のために後で解体するのは簡単なので、ひとまず最後まで組み立てていくことにします。これは客室内を再現した部分です。非常によくできているのですが、完成後見えなくなるのが残念です。完成後は中に仕込まずに単体で外に出して飾ってもいいかもしれません。機体中央部にある砲台です。機体本体にはこの区画を丸ごと外側からはめることになるので、機体本体を閉じた後でも外側からはめることが可能です。機体の開口部から除くごちゃめかのパーツをはめていきます。これらははめ込むだけの固定なので、外側から強く押すと中に落ちてしまいます。特に一番後ろの丸が6つ並んだパーツは接着した方がいいかもしれません。機体本体は後で再び外せるようにダボを緩くしておきます。ダボの円筒の一部にニッパーで切れ込みを入れるだけで緩くすることができます。コックピット区画も同様です。客室が再現されたところには蓋があり、完成後も取り外せるようになっています。
ちなみに方針は晩年のタイプと異なり、2本ではなく1本になっています。またこのキットには膠着装置がついていないので、付属のスタンドを使って飛行状態のみ再現可能です。これは先端のシャトルです。この部分はランドバージョンの最も特徴的な部分といえます。本来どういう用途の設定なのか、映画では違う使われ方をしたので謎ではあります。本体にはぴったりとはまります。シャトル単体で飾るときはこのエンジンノズル部分を後ろに装着することになっています。ノズルは意外とリアルな造形だったりします。ひとまず組み上がるとこんな感じです。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。